京都大学大学院生命科学研究科遺伝子伝達学分野です。今日は私どもの研究室で行われております研究内容につきまして紹介してまいりたいと思います。私たちは真核生物の細胞がどのような仕組みで増殖するのかということを探る研究をしております。細胞増殖というのは言うまでもなく我々を含めた生物が子孫となる個体を維持するために必須な現象です。細胞は細胞周期と呼ばれる周期を持って分裂しています。細胞周期の各過程は非常に多くの遺伝子より厳密な制御を受けています。長い研究の結果、どのような遺伝子がこの制御に関わっているかということは徐々に分かってまいりました。しかしながら、これらの遺伝子が各過程をどのように制御しているかという点につきましてはまだまだ不明な点があります。そこで我々はモデル生物を使ってこの機構を明らかにしようと研究しております。これは我々が材料としております分裂酵母という酵母の写真です。我々はこの分裂酵母をモデル生物として使用しております。この分裂酵母は名前の通り細胞の中央で2つに分裂します。有子分裂によって増殖する単細胞真核生物の一つです。モデル生物というのは何のモデルかと申しますと、人のモデルです。人の細胞増殖を研究するには人の細胞を研究するのが良いのですが、しばしば複雑すぎて解析が難しいことがあります。そこでもう少し簡素な系としてモデル生物が使われます。分裂酵母は単細胞生物ですが真核生物です。つまり、人の細胞をより簡素にしたような生き物です。そして最大の特徴は増殖制御に関与する遺伝子が人と驚くほど保存されている点です。また、遺伝子そのものだけでなく、それらの作用基準も非常によく似ています。これらの点でこの酵母は真核生物の増殖制御を研究する上でとても良い研究材料と言えます。では、具体的な特徴を見てみましょう。まず特徴的なことは全ゲノムのサイズが比較的小さいことです。約14メガベースですので人の200分の1以下です。また、人と同じく全ゲノムの塩基配列が解読されています。次に、酵母のモデル生物としての最大の利点と言いますが、様々な遺伝学的手法が適用可能です。これは後で述べますが、例えば、突然変異体の分離や解析非常に役に立ちます。また、生化学的、分子生物学的な手法も豊富です。遺伝子を DNA レベルあるいはタンパク質レベルで解析するのに大変役に立ちます。我々は以上の点からこの酵母を研究材料として使用しています。細胞増殖を解析する上で大変重要な概念は細胞周期です。この絵は分裂酵母の細胞周期を模式化したものですが、基本的にはどの真核生物にも当てはまるものです。基本的に分裂期に染色体が分離、分配され、DNA 合成期に DNA が合成されます。これらの2つの間には G1 と G2 と呼ばれるギャップの時期がありますが、これも真核生物に共通なものです。細胞分裂を行うためには、これらの過程が決まった時期に、かつ決まった順番に行われるように厳密な制御機構が存在します。時期を間違えても、順番を間違えても細胞にとって大変な結果が生じます。そこで、これらの過程を正確に制御しているのはどのような遺伝子かということを我々は研究しております。では、これらの遺伝子はどのように見つけられたのかということについてお話しします。これは分裂酵母の細胞分裂過程を模式化した図です。分裂酵母はまず細胞が伸長し、決まった長さに達すると有子分裂が始まります。染色体が分離した後、細胞が分裂します。そして最終的に2つの細胞になるというサイクルを繰り返します。では、この各過程がどのような遺伝子によって制御されているかということについて考えます。ここで先ほど述べました遺伝学的解析が登場します。まず、ある遺伝子が細胞周期のどこかで機能しているとします。もしその遺伝子の機能が異常になれば、その過程が異常になると考えられます。例えば、矢印でお示しした過程で機能している
遺伝子に変異が入って、機能がなくなりますと、それより先の過程には進めず、異常な形の細胞が生じます。ですから、有子分裂期に異常を示す突然変異株を解析すれば、有子分裂過程に機能する遺伝子を見つけることができます。実際には、このように様々な形を示す突然変異株が分離されています。これらの形を表現系と言います。これをさらに模式化しますと、野生株の場合には、先ほどの例にありましたように、細胞がまず伸長します。この間に細胞は有子分裂の準備をしていると考えられます。やがて、決まった長さまで達しますと、染色体を含む核が中央で分離し始めます。そして2つの均等な大きさの核が2つ形成されます。やがて細胞核比が形成されて、細胞質が分裂して2つの細胞となります。では、いくつかの突然変化についてお示しします。これは CDC 変異株と呼ばれるものです。この変異株では、野生株と同じように細胞の伸長が起こります。そして、有子分裂期に入るのですが、核は分裂しません。やがて核は分かれず、一つのままで細胞質はどんどん伸長します。そして最終的に細胞周期を停止します。これは、カット変異株と呼ばれるものです。この変異株でも野生株と同じように細胞の伸長が起こります。そして有子分裂期に入るのですが、核が分裂しません。先ほどの CDC 変異株と異なり、細胞核壁が形成されます。その結果、核は分断されて細胞は分裂するのですが、死んでしまいます。これはミス変異株と呼ばれるものです。この変異株でも野生株と同じように細胞の伸長が起こります。そして有子分裂期に入るのですが、この場合には核分裂は起こるのですが、2つの核の大きさが異なります。これは染色体が不均等に分配された結果です。当然のことながら生じた細胞は致死となります。以上述べましたように、有子分裂期に欠損表現系を示す変異株を分離することで、有子分裂期を制御する遺伝子を特定することができます。そして実際これらの表現系を指標として、多くの突然変異株が組織的に分離されてきました。細胞周期を制御する遺伝子を特定するために酵母を用いて突然変異株を分離する理由がお分かりいただけたかと思います。実際に先ほど述べました表現系の他に様々な表現系を使用として突然変異株が分離されています。そして多くの遺伝子の機能が明らかになってきました。表現系に基づく変異株の分離は確かに多くの重要な知見をもたらしましたが、一つの潜在的な問題があります。それは表現系を予測できない場合どうするかという問題です。あるいは表現系の設定を誤っている可能性もあるかもしれません。そこで我々は表現系による選択をかけない突然変異体の分離ということを始めました。この方法は文字通り温度感受性株をランダムに分離し網羅的に解析するというものです。得られた変異株については2つの解析を行います。1つは変異遺伝子の同定。もう1つは相互作用する遺伝子の同定です。2つ目の解析からは、いわゆるサプレッサー遺伝子あるいはインヒビター遺伝子が現れてきます。これらを模式化しますと次のようになります。まず、遺伝子 A の変異を持つ変異株 A があるとします。遺伝子のクローニングによって、まず変異の原因遺伝子 A が同定されます。一方で、A とは異なる B という遺伝子でも変異株 A が相補されたとしますと、遺伝子 A と B は機能的相関があると考えます。同じように、変異株 B から原因遺伝子である B に加えて C あるいは D という遺伝子が同定されたとします。これらの結果を総合しますと、この図の下に示しましたような機能的相関が見出されます。この解析を異なる変異株についても行いますと、原因遺伝子、サプレッサー、インヒビター間に機能的相関が見られるものが多数検出されると期待されます。
このような網羅的な突然変異株の分離と解析のデータの積み重ねにより、今まで予想もしなかった遺伝子間の機能的ネットワークが見えてくるものと期待しております。遺伝子というのは多くの場合単独で機能するのではなく、様々な機能的な相互作用により機能を発揮していると考えられます。遺伝子同士が相互作用する遺伝子の組み合わせを変えることにより、より複雑な事象を制御することが可能と考えられます。我々はこのネットワークを見つけ出すことにより、細胞周期の制御、ひいては細胞増殖の制御機構の全体像を明らかにしたいと考えております。以上です。ありがとうございました。